こんにちは、ウォッチミックスです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。また本年もおすすめの腕時計だったり、あとは知る人ぞ知るマイクロブランドの腕時計もご紹介していこうと思っているので、どうぞお付き合いください。今回は最近になってこのチャンネルを見始めたっていう方の中で、このチャンネルの運営者、どんな腕時計実際に使っているのって、そんなことも知りたいっていう方もいらっしゃると思うので、私が長く愛用している腕時計の中から5本ご紹介していこうと思います。ただ古い腕時計がほとんどなので、時計選びの参考にはならないと思うので、さらっと見ていただければ嬉しいです。では私が愛用している腕時計の中から長く愛用している5本ですご紹介していきます。こんな感じですね。パッと見て、遠目から見て、デザインっていうのかスタイル、もう時計でバラバラだと思うんですけど、基本的にはこのスタイルが好きっていうのはあまりなくて、その時々かっこいいなっていうのとか、あとは自分のコーデとかに似合いそうみたいな、そんな感じでスタイル重視で選ぶっていうことが、ほとんどですね。古い順からご紹介していきます。一番古い腕時計となるとこちらですね。ハミルトンのメカニカルのクロノグラフになります。もう30年以上愛用していますね。手に入れたのが、19歳の頃で、当時もう時計の、仕事とは全く関係のない仕事をしていたので、ただ単にデザインを見て、かっこいいなっていうことで手に入れました。それからもう長く愛用していて、多分40になる前ぐらいまではほぼ8割この時計だけで過ごしていたと思いますね。それぐらい本当に気に入っていた腕時計ですね。どうですか、デザイン見ていただいて。クロノグラフ、ツール系だったりミリタリー系のデザインが多い腕時計なんですけど、なんとなくこのモデルドレスな感じも伝わってこないですかね。なかなか紳士的なフォルムだと自分では思ってるんですけど、デザインですね、簡単にご紹介しておくと、クロノグラフになっていて、ストップウォッチ付きの腕時計になっていて、インダイヤル、小さなダイヤルが縦に3つ並ぶ縦目のクロノグラフですね。なのでそのスポーティーさだったり、あとは躍動感っていうのはもちろんあるんですけど、全体のフォルムとしては小ぶりな 38mm になっていたりとか、あとはベゼルのエッジの部分ですね。ベゼルのこの角の部分がコインエッジベゼルという刻みが細かなベゼルになっていて、なんとなく上品な感じ伝わってくると思います。それと中のインダイヤルの縁もシルバーの褐色ですね。シルバーのリング入っていて、こういったところも光をツヤっと返していて、品がいいなと個人的には思ってます。なかなかかっこいいなと思って、本当に今でももう30年以上、愛用した今でも、本当にかっこいいな、もうこの時計にかなうものないなって自分では思ってます。で、このモデルなんですけど、ムーブメントはレマニアの5100となっていて、今ではちょっと珍しいメカニカルの、クロノグラフのムーブメント入っています。ただ当時はそれが珍しいかどうかなんて全然知らないので、普通にガシガシ使っていたので、購入して3年から5年後ぐらいかな、やっぱり止まってしまってオーバーホール出しましたね。もう本当に当時オーバーホールっていう言葉さえ知らなかったので、そんなこと必要なのってちょっと思ってびっくりして、でさらにそのクロノグラフのオーバーホールの予算聞いて、そんなにするのって思ってた、そんな記憶があります。でこのクロノグラフ、そのレマニアの5100というムーブメントを搭載してるんですけど、ストップウォッチ機能、クロノ機能がめちゃくちゃ使いやすいんですよね。多分今クロノグラフの腕時計を持ってる方も、もうそんなの全然見づらくて実用向きじゃないよっていう方すごく多いと思います。そうなんですよね。分の積算計がインダイヤル中に入っているタイプって、1分経過したのか2分経過したのか、それがもう微妙でわからないっていう時計がすごく多いんですけど、このレマニアの5100っていうのはセンター軸、この真ん中の軸に針が4本乗っていて、自分針ですね、単針、あとは長針、それ以外にストップウォッチの針が2本乗っかっていて、分の経過がめちゃくちゃ読み取りやすくて、すごく実用的なんですよね。ちょっと実用やってみますね。今ストップウォッチスタートしたんですけど、ここで動いているのがストップウォッチのその秒の積算ですね。秒を測っているんですけど、その12時位置にちょっと見えますかね、飛行機の形をした針があって、これがストップウォッチの分の積算なんですよね。要は1分2分3分、分の経過を表してるんですけど、針が長くなっていてアウターのマーカーに近いので、何分経過したのかすぐ分かるんですよね。これでもうあと1分回ってきたら1分2分3分という形で読めるので、
普通に1分40秒だったり2分40秒とかちゃんとねその1分単位で識別ができるんですよね。めちゃくちゃ便利じゃないですか。これだったら普通に実用してもいいかなと思ってもらえる方多いと思います。実はその当時、働いていたところ、私がね19歳で働いていたところが、3分とかの、それぐらいの時間を測ることが多い仕事をしていたので、もうね本当にね19歳の頃、あとは20歳ぐらいの頃までストップウォッチねぶん回してましたね。1日にも30回40回普通にね計測していて、今考えたらもうゾッとします。うわ壊れるなそれはと思う。それぐらい使ってましたね。これだったら今だったらもうパッと見て1分20秒経過みたいな感じですぐ分かるので、めちゃくちゃ実用的ですね。こんな感じで、このねエマニア5100っていうそのムーブメントがやっぱりねすごく使いやすくて、今はこの、ムーブメントも本国以外では多分ね生産していないというか、修理もできない、オーバーホールもできなくて、ただね今ありがたいことに SNS、インスタグラムとかでうちはレマニアの5100できますよみたいなその修理のね専門店の方が情報発信してくれてるので、今でも安心して使えるなっていうところ。あとはこのタイプセンターにね4軸針が4本乗っているものだと、ジンで一部やってますね。ジンでオリジナルのムーブメントを積んでる、そのモデルでも選ぶことができますね。ただ最近はメカのクロノグラフちょっとね高くなっているので、なかなかね手は出しづらいと思うんですけど、面白いですね。もう本当に、個人的にはこのシルバーのベゼルってこともあってドレスな感じで使えるなと思っていて、スーツに合わせてもいいし T シャツにデニム、そんなねラフな感じでもすごく使いやすい。自分の中でももうこいつは一生ものだなと思っている、そんな腕時計ですね。ただ最近はいろんな腕時計を所有しているので出番はねかなり減ってきてますね。あとは防水の、性能自体がそこまで高くないので、やっぱりね夏場とか、あとはそのゲリラ豪雨とか、そういった時期はどうしてもねつけたくなくなっているので、だんだんね出番はなくなってはいるんですけど、まだ時計の、会長で動いてるし、あとは、メタルブレスにおいてもフルオリジナルですね、もうガンガン使っているので小傷めちゃくちゃ入っていたりとか、あとはガラスなんですけど普通のミネラルガラスなので、分かりますかね、ガラスにも無数にね小傷入っていますね。ただそんなにね反射するほどでもないので、実用にはね、差し支えないのでそのままずっと使ってますね。もう小傷全体的に入っているんですけど、もう個人的にはいやもう本当に見れば見るほど、今見ててもいやかっこいいなって思う、そんな腕時計ですね。もう本当に理屈じゃなくてデザイン見てかっけーっていう、そんなね、偶然の出会いで手に入れた一本ですね。本当に愛用大好きでしてます。そして2本目に古い腕時計はこちらですね。レオニダスという時計ブランドの手巻きの腕時計、しかもアラームがついているタイプですね。レオニダスの手巻きアラームウォッチになります。この時計も私が22歳か3歳の頃手に入れたモデル、時計なので、もうこれも30年ぐらい愛用してますね。デザイン見ていただいてどうでしょうか。なかなかヴィンテージな感じありますよね。もう販売っていうか、購入してから30年愛用しているので、ヴィンテージって言ってもね悪くはないと思います。多分1990年頃の腕時計ですね。でその当時このレオニダスっていう時計ブランドは実はねもうすでになくなっていたんですよね。もう消滅していた時計ブランドで、エビデンスっていうのかな、証拠っていうのは全然ないんですけど、アンティークウォッチの、サイトとかでたまにこの時計、販売されていて、そこに書かれているのはそのレオニダスっていう、これ老舗のね時計ブランドなんですけど、その時計の、設立百何十周年みたいな感じで記念モデルとして、一時的にね販売されていたみたいです。レオニダスっていうのは、ホイヤーと合併してホイヤーレオニダスっていうそんなね、ブランドに変わったんですけど、それがだんだん吸収されてなくなってホイヤーになって、その後タグホイヤーになったみたいですね。なのでもう私が購入した時にはこのレオニダスっていうそのブランドで売られてはいたんですけど、もうすでにこのレオニダスっていうブランドはもうなかったっていう、そんな時計になります。実はなんですけど、本当はねこの時計私が買ったのではなくて、うちの奥さんが横浜のビッグカメラで買って使ってたんですけど、それをねもう私が途中で気に入って、もう私がほぼ使ってますね。もう今はもう分取っちゃった形になるんですけど、デザインがやっぱり
クラシカルで可愛いんですよね。リューズが2つあるんですけど、この4時1のリューズで普通に時刻合わせだったりゼンマイ巻いたりして、合わせるようなそんなリューズになっていて、でこの2時1のリューズがアラームの、ゼンマイの巻き上げとアラームセットになります。ちょっと変わってますよね。で12時3時6時9時、ここがアラビアになっていて、モダンなフォルムのフォントになってます。ちょっとそのアールデコ調な感じかな。でインデックスがくさび型のインデックスになってます。アップライトですね。可愛くないですか。ただ、この時計は正直そんなに今でも価値はなくて、たまにねアンティークショップとかで販売されているのを見るんですけど、5万6万ぐらい、それぐらいのね値付けで販売されていますね。なので気に入った方はね案外手に入れてもいいとは思います。精度自体はねそんなには出ないんですけど、アラーム手巻きでねついていたりとか、ちょっとそのワクワク感っていうのか、つけていて気分がいいっていうのか、そんな感じですね。ケースはラウンドフォルムになっていて、ラグが後付けになってるような、これ実際にねどうやって作ってあるのかわからないんですけど、段付きのラグ、もういかにもねヴィンテージな感じのそんな作りになってます。でラグもこのちょっと肉厚でぷくっとした感じのデザインですね。ちなみに、レザーストラップはこれはもう後付けですね。ビジョオリジナルのものをちょっとねなくしちゃいました。こんな感じのモデル。このモデルは使うシーンとしてはもう限られていて、ジャケパンスタイルですね。ツイードの、ジャケットだったり、あとはそうだな、もうちょっとそのコットンのワークジャケットとか、いかにもその温かみがあるっていうのか、素材感がある、そんなジャケパンスタイルに合わせて使っていることがすごく多かったですね。どうしても若造の頃、その20代半ばとかでスーツで合わせてしまうと、手元だけがねちょっとそのおっさん臭いとは言わないんだけど、浮いちゃう感じになるので、ツイードのジャケットとかそのワーク系のねジャケット、ワークジャケットみたいな感じに合わせるとヴィンテージ感があってすごくいいなと思ってます。でガラスなんですけど、いわゆるプラ風防ですね。アクリルの風防になっていて、多少傷は入っていくんですけど、以前確か10年前ぐらいかな、この時もそうだと思うんですけど、オーバーホールした時に多少磨いていただいたみたいで、今はねほとんど傷は見えないですけど、やっぱりザクザク使っていくとアクリル風防はね多少ね傷が入っていくと思うんですけど、ただこのモデルにおいてはこのアクリル風防がやっぱりね似合ってると思いますね。ちょっとこのね透明感もあまりない、この感じがいいんですよね。デザインこんな感じでヴィンテージなんですけど、このリューズが2つあって面白くて、ちょっとアラーム鳴らしてみますかね。ボリューム大きくしていらっしゃる方はちょっと気をつけてください。うるさいので、私も実はねこのアラームを使ったことは、実用でね使ったことはないですね。もう多分ドキッとされるというか、みんな振り向くので使えないっていうのが本音ですね。ちょっと鳴らしてみますね。ボリューム小さくしてみてください。こんな感じですね。本当はねもっと、この、クッションにねつけてなければ大きいんですけど、クッションの部分にこの共鳴板っていう裏蓋の部分がひっついているので、これぐらいの音なんですけど、まずね大きい音とその虫が鳴くような、デビュー透明とかはクリケットとか言うんですけど、そのコオロギがね鳴くようなビーっていう音がするので、一回ねどっかで使ったことあるんですけど、みんながふわって振り向くので、うわっと思ってもう恥ずかしくて、それからね外でアラーム使うことはもうほとんどないですね。ちょっとこのモデルにおいてはデザインがヴィンテージっていうのがクラシカルで、なかなか面白いので、今のちょうどね50超えた私だともうねドンピシャですね。なかなか気に入ってます。ただこれもねもうそろそろオーバーホールかけないとダメかなっていう時ですね。たまにね数時間で止まってたりしますね。そして3本目は今の私の中で一生ものというかメインの腕時計となっているのがこちらですね。セイコーのマリンマスタープロフェッショナル、ニックネームでいうところのツナ缶ですね。型番でいうと SBBA の017というモデルになります。どうですかね。なかなかごついダイバーズウォッチですよね。最近だとそのトレンドとして、腕時計のねトレンドとしてダイバーズウォッチでも横幅が小ぶりで薄型のちょっとその都会的なっていうのかな、そんなダイバーズウォッチがすごくトレンドになってるんですけど、もうこのモデルはそのトレンドのもう真逆、横幅が 47.7 ミリっていうめちゃくちゃでかいし、なおかつ分厚くて都会的なスタイルの要素っていうのがもう全然ない、
武骨っていうのかファットっていうのかちょっとふっくらとしたね、そんな感じのデザインの腕時計ですね。ただ自分としてはこのスタイルがすごくね相性が自分にねぴったりでつけていて、やっぱりね気分がいいし、なんとなく自分のその顔立ちだったりそのキャラクターに絶対的に馴染んでるなっていうのか安心感が感じられる、そんな腕時計なのでもうねめちゃくちゃ大好きですね。私の動画の中でも何回もご紹介しているので知ってらっしゃる方多いかとは思うんですけど、今私がそのメインと思ってよくつけているのがこちらですね。この時計は10年ぐらいかな、12、3年ぐらい愛用していて、時計販売をしていた頃から実はねもう大好きだったんですよね。この一つ前の SBBN007 というモデルもあったんですけど、その頃からもうこのツナ缶いずれは手に入れたいなと思ってたんですけど、その当時、これもねストラップ、今レザーストラップがついてるんですけど、これは自分でつけた後付けのストラップなんですけど、普通にウレタンバンド、ゴム製のバンドがついていたんですよね。でどうしても自分の中でこのツナ缶にゴム製のバンドはあまりにもそのカジュアルすぎるので、絶対的に買ったらレザーストラップに変えてやろうと思って、その当時ね、時計店で働いていたのでいろんなレザーストラップ、その時計店にあるものを合わせていたんですけど、どうもね納得がいかなくて、買ってなかったんですよね。その時計のこの大きさにそのレザーストラップがね負けてるっていう気があって買わなかったんですけど、ある時、楽天市場、私よく楽天で買い物するんですけど、楽天市場の、合ってると思うんですけど時計のバンド専門店かな、マーノア・マーノさんっていうところで、モレラートのワイドっていうストラップを見つけたんですよね。そのワイドっていうストラップは一番分厚いところで 6.5 ミリの肉厚なそんなねレザーストラップで、それ見た瞬間にこのツナ缶とぴったりじゃんと思って、まずストラップを先に注文して、それからねツナ缶を買ったんですけど、それぐらい要は時計のこのデカ厚のテイストとこの肉厚のストラップがドンピシャだと思って、その時に瞬間的にね買いました。でこのストラップは今2代目のストラップで、同じくモレラートのドランというストラップですね。カーフなんですけどちょっとその肝みたいな処理してあって、なんとなくヴィンテージな感じと上品な感じありますね。その最初につけていたワイドっていうのでは、カーフのね普通の光沢表側のタイプでツヤっとしていて、ちょっとそのスポーティーっていうのか武骨な感じあって、それもね大好きだったんですけど、同じくねブラウンレザーなんですけど、普通にジャケパンスタイルで合わせてましたね。で当時スーツで普通に出社している、そんなね職業だったんですけど、時計販売していたんですけど、全然ねレザーに変えてからツナ缶でもレザーストラップに合わせたらそんなにね違和感なかったと思います。ただ人から見てでっけえ時計してるなって見られてたとは思うんですけど、でもね別にね突っ込まれることもなく、時計知ってらっしゃる方だったらレザーに変えてるんですかみたいな感じで、時計店でね働いてる時もお客様からね声かけてもらったりとか、なかなかね良かったですね。あとこのツナ缶においては海外の方からねよくね声かけてもらいました。ツナみたいな感じで、指さされてニコニコしてね自分の、時計見せながらなんていうのかな、自慢大会みたいにこれはねみたいな感じでよくね声をかけてもらえる、そんな時計でしたね。やっぱりパッと見て分かりやすい、そんなフォルムの腕時計ですね。で簡単に、解説だけしておくと、この時計ですね、セイコーのマリンマスタープロフェッショナルっていうその本格的なダイバーズスペックを持った腕時計で、基本的には街で使うような腕時計ではないんでしょうけど、面白いのはこの周りのこの円の部分ですね。これは実は時計の本体と別の構造物になっていて、ここのネジでね止まってるんですよね。それが、ガイドプロテクターと言われるプロテクターで、要はダイビング中に時計がバーンとぶつかってもこのプロテクターにね衝撃がいって時計の本体まではなかなかね衝撃が伝わらないようにわざと別体でネジで固定している、そんな時計になります。なのでこれが面白い、そんなね一つのポイントになるんですけど、あとはそのツナ缶って呼ばれるニックネームあって、これはね海外の時計のファンの方がこのゴロンとした円筒の形がそのツナのね缶詰に似てるっていうことでツナ缶っていうそのねニックネームで呼び始めて、今ではもう世界的に多分時計ファンの中では普通にツナ缶っていう形で、このガイドプロテクターっていうこのシステムをね積んだ時計全般的にそのツナっていうそういう言い方の方が、通りがね良かったりはしますね。特にもう本当にダイバーズウォッチの中では
このスタイル、このゴロンとしていて、なおかつ変なプロテクターがついてる、このスタイルは唯一無二でつけていてね、テンションめっちゃくちゃ上がりますね。あとは四字一流図になっていたりとか、このモデルの時はこのセイコーの S マークがついていたりとか、個人的には好きなポイントですね。今ではセイコーの中でこのマリンマスタープロフェッショナルツナ缶、ほぼね生産が終わっていて、ラインナップ今落ちてるんですけど、多分なんですけどね、もう完全に憶測なんですけど、このスタイルですね、ガイドプロテクターっていうこのプロテクターがついたこの腕時計っていうのが一番最初に販売されているのが1975年なんですよね。今からちょうど50年前このスタイルで販売開始になったので、今年がね50周年記念になるので、多分新しいこのスタイルのモデルがラインナップさらにね今年されるんじゃないかなと思って、ちょっとねワクワクして待ってます。どうですかね。本当に今の腕時計のトレンドとして小ぶりで上品、あとは都会的なダイバーズとは全く逆をいく、もうちょっとなんだったらブサイクな感じのダイバーズウォッチなんですけど、個人的にはこれぐらい、もうちょっとそのゆったりっていうのかファニーな感じ、このダイバーズウォッチを楽しんでますね。いやもうね、これはもう味があって、あちこちね傷は入ってるんですけど大好きな一本ですね。今の私にとってはそのメインの腕時計ですね。もう本当によくつけてます。そして4本目はこちらですね。4本目はハミルトンのロイドクロノという腕時計ですね。クォーツのクロノグラフになっています。この時計もだいたい12年13年ぐらい、それぐらいね愛用している腕時計ですね。このモデル見ていただいてどうですかね。ちょっとね写真っていうか動画で撮りづらいんですけど、めちゃくちゃ立体的なフォルムしてるんですよね。ガラスはドーム状になっていて、時計自体もケース変な形していますよね。この四隅にあるのはコーニスっていうそのちょっと円筒形の柱をイメージしたそんなデザインになっていたりとか、あとはインダイヤルは八角形オクタゴンの形状になっていて、これもなんとなくそのアールデコっていうのか、その構築的な柱みたいなそんなイメージですね。この時計、ハミルトンのロイドクロノという時計なんですけど、もともとそのなんていうのかな、オマージュ系の腕時計で、物をオマージュしたっていうわけではなくて、アメリカの建築家ですね、フランク・ロイド・ライトという方がいらっしゃったんですけど、その方をインスピレーションしたっていうのか、その方にね捧げたそんなデザインの腕時計になっているので、時計のフォルム自体はその建築家のそのイメージっていうのかな、その作品建築物のイメージをちょっとその入れているそうですね。なのでこの部分がその柱みたいに見えたりだとか、あとはそのオクタゴンのデザインを散りばめてあるとか、そんな感じになってます。ちょっと動画では映りにくいんですけど、文字盤もマットな黒ではなくて、縦のね筋目が入っていて、光沢感だったりツヤ感が変わっていくようなそんな作りになってます。かなり面白いですね。でインデックスはアラビアに、が入ってるんですけど、このアラビアのフォント自体もちょっとレトロモダンなそんな雰囲気にデザインされています。ここ面白いですね。この時計も12、3年ぐらい愛用してるんですけど、クォーツ電池式のタイプになっていて、電池交換はね自分でやっちゃってます。つい最近も電池交換したんですけど、デザインがやっぱりね面白いのと、あとはツヤ感、キラッとした感じがあって、この時計も声かけられますね。ちょっと面白い時計してるねっていうのか、いやどこのみたいな感じで声かけられること多かったですね。この時計もねジャケパンスタイルで合わせてましたよく。逆にちょっと今ではなんていうのかな、ツヤ感がありすぎてつける機会がちょっとね減ってはいることはありますね。あとそれと、この当時のハミルトンのこのケースっていうのかな、この光沢系のケース、案外ね擦り傷が入りやすいってわけじゃないんでしょうけど、擦り傷が目立ちやすくて、そこがねちょっと気になるところで、丁寧に使ってはいるんですけどね、小傷だいぶ入ってますね。まあ普通に、仕事で使ってたので傷はねガンガン入ってます。でストラップはオリジナルのレザーストラップになっていて、ちょっとこんな感じでステッチが面白く入っています。こういう風に山形になるようなこんな特徴的なストラップですね。これはオリジナルのままですね。で私の癖とっていうか趣味として、時計を購入すると大抵の腕時計はレザーストラップ変えてみたり、ナトーストラップに変えてみたりとか、
ストラップを変えてイメージチェンしてね、楽しむっていうのが自分の中のその時計のね、趣味の一つなんですけど、このハミルトンのロイドクロノについては、もうこの形が完成形だなと思って、この時計については基本的にはストラップ交換した記憶がないですね。ずっとこの状態で使ってますね。やっぱりこの肉厚で、このモリモリっとしたこのね、ストラップに勝てるストラップまずね、ないと思ってますね。この時計も、そうだな、もう長く使っていて大切には使ってるんですけど、やっぱりちょっと癖があるっていうのか個性が強いので、つける機会としてはそんなにはね、多くないですね。あとはガラスがミネラルガラスでやっぱりね、ドーム状でぶつけやすいので傷が入りやすかったり、あとはケースに傷が入りやすかったりとか、大切には使ってるんですけど、ちょっと今の私のそのファッションっていうのかな、コーデにはなかなかね、合わせづらくはなっているので、ちょっと使いづらいかなと思うところもあるんですけど、ただもしね、手放したとしてももうね、手に入れることまずね、可能にならない、いい状態の中古ほとんどないですし、ハミルトンがこのね、ロイドクロノ再販してくれたらまた人気にはなると思うんですけどね、その際はシーズンとかであるような、コーティング、傷つき、防止のコーティングしてね、販売してほしいなと思うところなんですけど、どうですかね。なかなか癖があってつけていて楽しいし、やっぱりね、声かけていただけるので、営業さんとかつけるとなかなかね、面白いと思う時計なんですけどね、残念ですけど、この時計ももう今廃盤になってますね。2018年とかそれぐらいだったと思うんですけど、廃盤になっていて、多分新品ではほぼ手に入ることは不可能だとは思いますね。面白い腕時計ですね。そんなに高くなかったですね。当時定価で10万円しないぐらいの時計でした。でもね、自分の中では大好きで、やっぱりハミルトンっていうブランド好きなんですよね。個人的にはセイコーとハミルトンが好きですね、ブランドとしては。これが4本目ですね。そして最後、長く使っている腕時計の5本目はこちらですね。どうですかね。もう全然今までの腕時計ともう流れが変わってくるんですけど、いわゆるそのチップ化しですね。カシオのスタンダードシリーズの型番が A の158かな。今は型番いろいろあって A の 158WA とか、なんかそんな感じですけど、まあ言ってしまうと、いわゆる本当のそのチップ化しですね。私が購入したのは確か1200円とかそれぐらいかな。ビッグカメラとかで買ったんですけど、もう本当に安い腕時計で、実は以前まで、カシオの、G-SHOCK ですね。DW の6900三つ目モデルずっと使ってたんですけど、ケース自体が加水分解してボロボロになって、中のねモジュール自体は全然平気だったんですけど、裏蓋の縁の部分にちょっと錆が浮いていたこともあって、残念ながらその DW の6900はちょっとね処分してしまったんですけど、それの代わりっていうわけじゃないんですけど、ちょっとワンマイルウォッチみたいな感じで、もう本当にさらっとつけるときにいいなと思って、この A の158を使ってますね。ただ見てもらうと分かるんですけど、ストラップにおいては純正の、メタルのストラップではなくて、違う時計のストラップ、メッシュストラップですね、メタルのメッシュストラップをつけてます。なのでもしこの組み合わせにしようと思うと、多分時計の本体よりかはこのメッシュストラップの方が高いので、いやもうそんなのやっても意味ないねっていう感じなんでしょうけど、時計ねたくさん持ってらっしゃる方だったら、違う時計のストラップ合わせて楽しむのもチップ越しの楽しみだとは思うので、これもねなかなか良くて、ただ買った当時は実は夏に買ったのかな、このねメッシュストラップではなくて、ダイソーのナトーストラップ、当時ねダイソーでナトーストラップ普通に100円で売ってたんですよね。何種類もあって、私が使ってたのはグリーンとホワイトの、ストライプのナトーストラップをちょっとだけカスタムっていうか幅がね合わないので、両端1ミリ切って合わせてつけてましたね。本当に何ていうのかな、プレーンな感じっていうよりかはちょっと癖があって、いや何それみたいな感じでもチープさは変わらず楽しい、そんなね、スタイルになったので、めちゃくちゃそれでねつけてましたね。夏場とかやっぱり、大きな時計はやっぱり暑いし、汗をかいたらちょっと気になる時計はしづらいしっていう時に、この時計ですね、チップ化しにそのナトーストラップつけて楽しんでました。
この時計自体も別にね防水が高いってわけじゃないんですけど、安心感がやっぱりあって、もしね水没っていうか、汗で中にね湿気が入って縁が錆びたとしても、もともとが1000いくらの時計なので、気にせず使えるっていうこともあって使ってましたね。ただやっぱり使うと愛着が湧くもんで、もっとこのチップ化しの可能性あるはずだっていうことで、いろんなねストラップに変えて最近は楽しんでいて、最近自分の中で定番はやっぱりこのブラックのメッシュストラップですね。メタルのメッシュストラップ。これなんとなくちょうど合ってるな、見栄えが合ってるなと思って、最近はねこのスタイルで楽しむことが多いですね。やっぱりね安い腕時計ってそのままつけてでも全然ねかっこよくて、チップ化しなんてそのままつけて、なんていうのかな、時計なんてどうでもいいよみたいな感じで使うっていうのが、それがねかっこよさの一つだと思うんですけど、そのチップ化しを自分でいろいろいじくり回してカスタムして楽しむっていうのも、あの人何やってんのみたいな感じで、それはそれで面白いんじゃないかなと思ってます。ただ時計知らない人に関して言うと、それがねどう見えてるかっていうのはちょっとわからないですね。あのおっさん、安そうなデジタルウォッチつけてるなみたいな、そんな風に見えてるのかもしれないんですけど、ただやっぱりつけていて気分的に楽っていうのか、もう気軽にさらっと使えるっていうこともあって、このチップ化しも、めちゃくちゃ気に入ってますね。ただやっぱりラフに使っていくと、こういったケースとか、あとはガラスっていうのか樹脂ガラスにおいても、傷はね入っていくので、じゃあガンガン使う、要は G-SHOCK の代わりになるかっていうと、ちょっとねそこはならないと思うので、 G-SHOCK は G-SHOCK で、5600、いわゆるねスピードモデルとか、やっぱりね今でも欲しいなと思ったり、あとはスティングとかもいいなと思ってたりはするんですけど、やっぱり50過ぎるとそんなにねアクティブに使うシーンってなくなってしまったので、昔だったら職場の仲間でその河原でねバーベキューするよみたいなことがあったり、ちょっとそのマザー牧場に行ってみようぜみたいな、そんなこともあったんですけど、やっぱりもうねみんな30、40になると家族ができて、やっぱりねそういうこともなくなってしまったので、今だったらもうこれぐらい本当にさらっと使えるワンマイルウォッチみたいな形で全然いいかなと思って、 G-SHOCK ね欲しいんですけど、ずっとね欲しいんですけど、特にね手に入れることもなく、今までね、ずっとねこのチップ化しで楽しんでますね。こんな感じですね。いかがだったでしょうか。なので私の腕時計としては、どれもそのなんていうのかな、スペックだったり、あとはそのメジャーなモデルでパッと見てすげえの持ってるなみたいなのはあまりなくて、やっぱりちょっとどれもデザインに癖があったりとか、中に入っているムーブメントに癖があったりとか、何か一つだけねキラッと光るっていうのかちょっと違うなみたいな、そんな腕時計を楽しむ、そんな形ですかね。ただ今となっては面白いんですけど、なぜかこのデカ厚、このちょっとファットな感じ、ゆったりっていうのか、ちょっとどんくさいところもあるような、このスタイルが今のね自分のテイストには一番合ってるのかなと思って、今ではこのデカ厚のツナ缶ですね、一番の愛用モデルにはなってます。いかがだったでしょうか。今回は私が愛用している腕時計の中で長く使っている腕時計5本ですね。この他にも、セイコーの初代のアナログの電波腕時計だったり、あとはそのファッション系のね腕時計も何本もねあるんですけど、やっぱりつけているかっていうとそうではなくて、自分の中でつけている腕時計っていうのかな、今も普段に使っている腕時計って決まってくるなっていうところありますね。時計に関して言うと、やっぱりスペックで見たり、その口コミっていうのももちろん大事だと思うんですけど、それプラスアルファ、なんていうのかな、直感的にこれいいな、これ自分のテイストにドンピシャだなと思う、そんな腕時計って案外当たりで、本当に安い高い関係なしに一生ものの腕時計になってくれると思うので、いろんなね腕時計、見てみたり、あとは時計店がね近くにあるという方だったら、さらっと仕事帰りにね試着してみたりとか、そういったことをしてみると、思わぬところ偶然の出会いでね一生もの見つかるかとは思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。